Sony believes the technology to instantly display high-definition, photorealistic computer graphics in real time will give creators more freedom than ever before. Sony Innovation Studios was one of the first to use a game engine and LED wall for virtual production. At CES 2020, a prototype was unveiled. The LED display showed a photorealistic 3D computer graphics set, and the way the background synced with the camera movement suggested to many creators the possibility of new shooting techniques. In-camera visual effects use a game engine to display 3D computer graphics on a large LED wall. This technique enables users to create a seamless integration between foreground actors and virtual backgrounds. The background image changes in real time according to the camera's positional information, making it possible to shoot a 3D CG space as if shooting on an existing location. Sony proposes the combination of its crystal LED technology, which realistically projects space with rich color expression, and its Venice digital cinema camera, which can capture all light present as the ultimate virtual production shooting environment. Ancient ruins, deserts, any location in the world, and even fictional worlds can be filmed freely in the virtual production studio as if filming on site. Creating virtual assets in high definition and projecting in real time greatly expands the possibilities for a studio shoot. In October 2022, Sony Innovation Studios installed the world's largest stage for virtual production using its crystal LED technology. We will expand virtual production workflows in various forms of entertainment and create works that seamlessly integrate the real world and virtual spaces.映像では結構そもそもの音像みたいな部分がすごい広い曲ではあるので、日本にあるシチュエーションでどう撮るかみたいな部分にそもそもリアリティを感じていなくて、CG とリアルな実写っていうものを混ぜ合わせて、それが観客に違和感なく伝えられるような作品になればいいなと思ってました。スピード感ある感じの映像をどうにか作れないかなみたいな話が多分最初だったのかな。でそうなると、車がメインでモチーフとして使うってなった時に、本人のポテンシャルもあるし、事故しちゃいけないとかっていうところで言うと、割と難易度高い。でそういう部分で車との相性だったりとか、バンドとの相性がいいロケーションをCG で作るっていうところで構成していったって感じですかね。CG に期待したことでいうと、やっぱ現実では考えられない広いフィールドを作れたりとか、実際はありえない場所に本人たちを落とし込むことができるっていうようなこと。やっぱリアルなんだけどリアルじゃないっていうところの狭間が見れたって感じ。どちらかというとトンネルってリアルにしていくっていうことだったけど、それがトッキングした感じがやっぱあって、それはシンプルにテンション上がったですね。だから本来スピード感を出してマッハっていうテーマ性でコンセプトを作ってたっていうのもがっちりハマったところかなっていう。やっぱ一番撮影してて楽しい時ってそういうなんていうのかな、いろんなものが合わさって、例えば被写体の演技だったりとか美術だったりとか、それこそその役の性格だったりとかがガチッとハマった時に、自分が根底描いてた時の数十倍の絵になってたりとかする時に結構うるっとくるんですよね。撮影中は楽しかったですね。特にやっぱ VP はその場でモニターを見ながらメンバーと話しながら撮れたので、それは通常の現場通りの楽しみがあったなと。
目の前にある現象がよりちゃんと俺カメラでも撮りたいんだけど目でも見たいんですよね。そうちゃんと自分の目の前で見た景色、今日一日の景色として特別だなっていう状態の時間は欲しい。撮りながらも欲張りかもしれないですけど。ソニーが背景アセットを作るっていうところで、一番何を大事にして考えていかないといけないかなって思った時に、完全にもう圧倒的なリアリティっていうのは非常に大事かなとは思うんですよね。背景アセットとしてあるべき姿っていうのは、例えば一つの街、今回渋谷でもいいんですけど、渋谷に行かなくても渋谷が撮れる。でまずそれを一番大事に思いながら背景アセットのライブラリー化を進めている。レーザースキャナーっていうのをお借りして一緒に現場に行って、そのファロのデータをベースにスペイン坂を作っていったんですけど、それと、タイミングを同じくしてフォトグラメトリーっていう技術があるんですけど、それでやるような大量の写真を同時に撮るっていうのをやってまして、先ほど撮った 3D スキャンのデータと大量の写真をガッチャンコしてリアルなテクスチャーのついたメッシュのモデルというかっていうのを作るってやってました。やっぱパネルに映ってるのをカメラで撮影した時にどう見えるかっていう感じなので、それを見た時には本当はスペイン坂だって割と素朴にびっくりしましたね。リアルタイムレンダーっていうのは、要はレンダリングの時間が圧倒的に速い。フォトリアルなその空間でも計算する時間が短くて、リアルタイムに描写できる。自分のやったことが即座に返ってくるっていうので、トライアンドエラーの回数がすごい増やせるっていうのがやっぱり自由さにつながるんじゃないかなと思っています。スタジオに入って準備してる時にも少しここ直そうかって言ってちょっと作業して、でまたそれを反映するっていうことができるんで、プリレンダーだとちょっと考えられないですよね。何日も何時間も待たずにもうその場で確認して OK が出せるっていうのは、本当に演出家にとってはリアルタイムレンダリングの良さっていうのはそこなのかなと思います。カメラのことだったり照明のことだったり、どっちかが何かを付け足せばいいっていうことよりは相互関係な感じがするんですよ。例えば、ライティングをこうしたいからって言ったら、VP 側のデータも変えなきゃいけないみたいなところっていうのをどうすればベストなのかっていうのって、その場でちゃんと密接にね、照明だったら照明、 CG だったら CG っていう人たちがちゃんと話し合って決めていくっていうライブ感っていうのはもうバーチャルプロダクションしかないんじゃないかなって気はしますよね。もうその3日とか4日ぐらいで作っていくみたいな瞬間に立ち会えた時はちょっと震えますよね。面白いなと思いながら、だから逆にそのぐらい自由度も高い。ちょっと思いついちゃったからやってみようとかだったり、あと普通これやらないよねっていうのも一応やってみるかみたいな気持ちになってきたりして、どんどんこの制作の可能性というか表現の可能性っていうのは広まってくるのかなと思ってます。